はい、お疲れ様です。二次目の北川です。今日もフェルト教室始めていきたいと思います。はい、今回ついにですね、このキジトラレッスンファイナル最終回です。第9回目になりました。で、今回の動画では目玉ね、交換したことない人も多いと思うので、黒目の大きさ変えたいとかね、そういう時に目玉交換しなきゃいけない時があるんだけども、そういう時にどうやって交換するのかっていうのを実際にね、交換している映像もあります。それと最終的にヒゲの付け方。これのね、レッスン動画となっています。で、今回はね、このレッスン動画を始めた時から言ってたように、このレッスン動画を見て、実際に作品を作ってみた人で、希望する人には、僕の方でね、作品添削をします。もちろん有料になるんだけれども、ちょっとね、そのチケットの方を販売するので、どうやって申し込んだらいいのかとか、どうやってチケットを買ったらいいのかっていうのは、このレッスン動画の最後にね、詳しい説明をしていますので、そちらの方をね、添削を考えている人はご覧ください。はい、それではね、レッスンの方始まります。はい、頑張ってください。はい、それじゃね、まずね、目玉交換したことがない人のために、ちょっとね、目玉交換どうやってやってるのか見せます。道具使ってね、こうやってなるべくね、まぶたをね、崩さないように、ね、注意して剥がすこと。でね、これね、作るとき最初にね、ボンドでつけてると思うんだけど、ボンドの量が多いとね、こうやって簡単に外れないから、最初目を固定するときのね、量っていうのは少なくしておくこと。で、目玉ね、次入れる目玉を入れるんだけど、入りやすいようにさっきみたいに指でね、しっかり広げといてあげる。まぶたをね。するとね、こうやってスポッて素直に入るんだよね。で、これ広げてないと、なかなか目玉がね、ちゃんと入っていってくれないから素直にね。で、入らないときはこうやって今道具で使って、少し広げてあげて、入れてあげる。でね、これ今、すんなり入っちゃってるからそのままやってるけど、多分ね、目がね、まっすぐ入らないと思うのね。なんていうかな、この目の向きがさ、傾きがね、それぞれ左右均等じゃなかったりとか。で、そういう時は、しっかりと合わせてからね、このまぶたの形を整えるっていう風にやっていく。で、これができるのも、ベースの時にまぶたの厚みをね、ある程度しっかり密度濃くね、作ってるからできることなの。これが、まぶたがね、スカスカで薄い状態だと、こういうことをしてしまうと、もう顔が崩れちゃうから、目の周りがね。だから、ベースの時にしっかりこのまぶたの厚み、密度を濃くね、しっかりベースを作ってやるっていうことが大事なんだよね。ね、目玉が変わるだけでもね、かなりね、作品の印象も変わるからね。こんなこともね、やったことがない人は、なんかね、機会があったらね、ぜひこんな感じでやってみるといいんじゃないかなと思います。はい、もうすごく簡単だったけどね、目玉のね、ちょっと交換要領ね、見てもらいました。本当はね、もうちょっとね、時間かかる。これ、今回ね、すんなり言ってるけど、もう少しね、時間かかります。今みたいにね、ちょっと微調整してあげるね。で、こうやって針先でしっかり毛の流れね、崩れちゃってるから、そういうところもしっかり元に戻してあげる。で、今回はね、アイラインそのまま入れなくても綺麗にできてるけど、目玉変えた時ね、大体ね、アイラインね、入れたところが埋まっちゃったりとか外れちゃったりするから、大体ね、もう一度ね、そういう時はアイラインを入れてあげるといいんだけど、こんな感じでね、ぜひね、機会があったらね、やってみてください。でもね、なるべくやらない方がいい。できるならやらない方がいい。はい、そんなとこです。じゃあ次ね、いよいよね、仕上げの方に入っていきます。で、最終的に何するかっていうと、ヒゲ、それから眉毛のね、装着をしていきます。はい。でね、素材の話をすると、僕はね、このね、ヒゲ素材をね、使ってます。で、いろいろあると思うね。ハケを切って使ってる人もいるし、テグスの人もいるかもしれないし。で、テグスはね、なるべくね、あんまりおすすめしないかなっていうのは、やっぱりね、ほら、先端がさ、先細っていかないでしょ。テグスはね、同じ太さなので。で、なるべくね、先端が細くなっていくものがね、ヒゲらしく、リアルに作れるので、そんなのを選ぶといいですよ。でね、今回使ってるこのヒゲ素材はね、これです。
株式会社匠インポートさんっていうところで出してるね、プリモモさんで探すといいかな。ショップ名プリモモだと思うんだけど、プリモモのリアルヒゲで検索したらね、出てくると思うからね、まあいいんじゃないかな。これね、僕もね始めた頃使ってて、で途中でね買えなくなっちゃっていろいろ困ってたんだけど、最近ね視聴者さんからね教えてもらえて、でね買いました。でこれがね一番使いやすいです。じゃあね、ここからは実際にねヒゲの装着に行きます。でね、下準備が必要なんですよ。どうしても素材がねなんていうかな、光っちゃうから、こうやってサンドペーパー、紙やすりで簡単に軽くでいいんだけれども、軽くね磨いてあげる。で磨くことで、要はこのナイロンのね表面に傷が入るから、光をね抑えることができるんだよね。なるべくこの1本ね360度方向、まんべんなく、なるべくねサンドペーパーをかけて、少しねツヤをなくしてあげるようにまずはしてください。でツヤ消しが終わったら、次はね数本、僕は2本ずつとかね4本ずつとかやるんだけども、今みたいに爪でちょっとねしごいてあげる。すると湾曲していくんで曲がるのでね、爪でこうやってこすってあげる。で適度なねなんていうかな、角度を出したらハサミでね必要な長さにカットしてあげる。でこれねヒゲねよく作品の顔の大きさとヒゲがねどれぐらいの長さになるかっていうのね、ちゃんと本物の猫の写真を見て、どれぐらいの長さなのかっていうのをねしっかり見てやるね。結構ねみんな短めにつけたりしちゃうこと多いと思うから、思ってるよりね長かったりするし。で全て同じ長さにするんじゃなくて、それぞれね長さに変化をつけてあげる。長いのもあるし短いのもねあるので。はい、じゃあねここから実際にねヒゲを刺していきます。目打ちでねヒゲを刺すところ、ポイントね、ヒゲの穴描いたじゃない、マジックでね、あそこを狙ってしっかり刺しておく。でね、入れるまでね刺しっぱなししてた方がいいです。抜いちゃうとね穴縮んでっちゃうんでね。で根元にボンドつけてスッとねこうやって入れてあげる。でちょっとね指で押し付けてね刺してあげるっていうかね、しっかり穴の中に収めてあげる。で僕はね左右均等にやっていきたい派だから、同じように入れていきます。でこの時のねヒゲの刺す角度で全然ねヒゲの向き変わっちゃうから、これもねしっかり考えながらやる。全部上に向いたりすると不自然になるしね。どちらかというと下に垂れ下がってるような感じに入れていった方が自然になるので、この目打ちを入れる角度を見ててほしいんだけども、こうやってね左右合わせながら見ながらね入れていく。左右ぴったり同じには絶対ならないから、そこはねある程度ずれてても構わないんだけども、左右ねそれぞれ同じ本数ずつこうやって入れていった方が多分ね入れやすいんじゃないかなって。完成した時にちょっとねなんていうかな、このばらつき、左右のばらつきがなくなるんじゃないかなと思うんでね。あまりボンドもねつけすぎちゃうとねせっかく植毛してる毛がカペカペになっちゃうから、穴の中にボンドが入る分、はみ出る時もあるけど、はみ出てもほんの少量だけにするように。でねこれ僕付箋紙の上にボンドをポチャンとこう垂らしてるんだけども、これなんでこうやってやってるかっていうと、やりやすいからっていうのが一つと、今ねこれ新しく出したんだけど、これなんでまた新しく出すのっていうと、これやってるうちにねボンドが乾いてきちゃって塊がねなんていうかな、ひげの根元にごそっとついちゃうんで、なるべくこう液体っていうかね柔らかいボンドの状態で使いたいから、硬くなってきたらもう躊躇せず新しいボンドを出して使ってやるっていうことをねやった方がいいです。
これはね今ね長いんで短い毛を作りたいんで短くしました。なんていうかな、この1個前の動画でこのヒゲのなんていうか毛穴のところ黒くマジックでちょんちょんちょんって描いたじゃないですか。で今刺してるところね、一番下のヒゲの線のところはここにね短いヒゲを入れてます。で角度も結構下向きになるように、下にね垂れ下がるような感じの角度にして短めの毛を入れていきます。このね短い毛をこの下のほんと口の上付近に4本くらい入れてあげると結構ねなんていうかな、口元のこの毛の変化っていうかね自然な感じに見えるので、ヒゲの表現の仕方がね結構短めのやつをあえて入れるっていうのは大事です。はい、次はね眉毛で、これもね長さはねヒゲよりも短くしなきゃいけないし、かといって短すぎるのもおかしいしね。で今回はねモデルの子がね全部白い毛だったからこうやって白を全部入れてるけど、当然モデルの子によってはさ黒い子もいるし、ヒゲがねヒゲも眉毛も黒い子もいるし、あるいは混ざってる子もいるから、オーダーの時なんかはねそういうのもねある程度気にして入れてあげる。あとオーダーだったらヒゲをね取ってる飼い主さんもいるから、たくさん取っててくれる人もいて、でそういう時はねヒゲ使ってくださいっていう時はね本物のヒゲ入れます。でね本物のヒゲの方がねこうやって入れるの楽です。なんでかって言ったらねやっぱりねヒゲしっかり張りがあってね硬いから刺しやすいんだよね。でやっぱりこうしてもねどうしてもねこういう素材を使っちゃうとねナイロン系の素材が多いからなかなかねやっぱりやばいから入りにくい。でこのね今使ってるこのリアルヒゲは比較的まあ素材の太さもそれなりにあるからまあ入れやすいかな。はい、だいたいね全部入ったところでね、あとはね最終的にねこの浮いてるアホ毛っていうのかな、無駄毛っていうかね、そういったものをしっかりカットしていってください。これねカットしながらねヒゲ切らないように注意してね。はい、ざっくりとねこんな感じ。ちょっとまだねボンド乾ききってないからね眉毛のとこねボンド見えたりしてるけども、まあこれねボンド乾いたら透明になるからね、でもなるべくダマになってるところはね除去してあげる。はい、こんな感じでね出来上がりました。ぜひねこれをねそれぞれのねフレームにセットして作品としてね完成させてください。はい、キジトラレッスンは以上です。はい、最後までお疲れ様でした。はい、レッスンお疲れ様でした。というわけでね今回は目玉の交換容量とヒゲの装着までいったんだけどもね、あとはねぜひね自分の好きなフレームに装着してね作品として完成させてください。で僕に添削してほしい作品ねどうですかって見てほしいっていう人はできればねヒゲつけないでほしいね。つけてしまった人はしょうがないんだけども、できればまだつける前の状態がいいです。で目玉も特に交換しなくていいです。見てもらいたい作品として出来上がっていればその状態でいいです。でなぜヒゲをつけない方がいいかというとまず完成した写真をね送ってもらいます。ベースの時の写真、それから完成した時の写真ね僕の方に送ってもらって、でその写真を見て僕の方でもっとこうした方がいいねとか、こういうところが原因でこういうことが起きてるよとか、そういったねアンサー動画を僕が作って送るので、そのアンサー動画を見て今度はその動画を見てね修正をして、でもう一度修正後の写真を撮って僕に送ってきて、で僕がまたその修正後の作品を見てこうだよああだよっていうアドバイスをするので2回アドバイスをするから、だからできればねそのヒゲつけてしまうとね修正しにくくなっちゃうから、できればヒゲをつけない方がいいかな、添削希望の人はね。はい、まずはねそんなところです。で実際にその添削希望の人はどうやったら添削してもらえるんですかっていうところでね、で前から言ってるように有料でやらせていただきます。で
チケットを販売するんで、チケットの購入要領だとか、どういう流れになるのか、どういう操作をしなきゃいけないのかっていうのをね、この後ね、動画で流します。実際にスマホを使って、スマホ画面でね、実際にこうやっていく動画をね、撮影してるんで、それを見ればね、すごく分かりやすいと思います。その通りにやってもらえれば、チケット購入から、流れが分かると思います。でね、この動画ちょっと始まる前に一つ言っておきたいのは、やっぱりね、みんなこう技術を身につけようって一生懸命なんだよね。でもちろんそれはすごく大事で、技術を身につけるためにみんなね、本を買ったりさ、あるいは YouTube とか何でもいいんだけども、そういう動画とかで、ね、作り方を学んでみたりとか、あるいはね、教室に通ったりとかさ、講座を買ったりとかすると思うんだけども、やっぱりね、なかなかみんながみんな上手くなっていかないっていうか、ほとんどの人がね、上手くならないの、それじゃ。で、なぜ上手くならないかっていうと、大事なのは与えられるばかりじゃダメであって、でどんなにさうまい作り方を見たって、それ見て作れたらみんな上手くなってるの。でも上手くならないでしょ。でそれはなぜ上手くならないのかって言ったら、大切なのはうまくいくテクニックとか技術そのものじゃなくて、なぜ自分がうまくいかないんだろうっていうその原因が分かるか分からないかそのものなんでね。その原因が分かるからこそ、じゃあこうして直さなきゃいけないよねっていうふうに改善していくことができるわけで、まあこれは何でもそうなんだけどね。だから大事なのはうまくいく方法、テクニック、そればかりをこう手に入れてもうまくはなっていかない。それよりも本当に大事なのは、なぜ自分がうまくできないのか、原因はどこにあるんだろう。でこれが自分で分かる人はうまくなっていく。だけどほとんどの人がっていうかね、それを分かる人っていうのはもうまずいない。だって自分で一生懸命やってるんだから。でだからこそ先生がいて、しっかりと的確にアドバイスしてもらえるっていうことが大事になってくるんだよね。というわけで、うまくいかないことの原因、これは何だろうっていうのをしっかりと自分で把握して、それによってじゃあ今後こういうふうに練習していかなきゃいけないねとか、自分の弱点はこうだからこういうことをしていかなきゃいけないとかね、そういうことを知ることで、よりね、ここから先レベルアップしていくスピードっていうのはめちゃくちゃ変わるから、まあそんな風にね、スキルアップのためにね、ぜひね、この機会に作品添削受けたいなって思ってる人はね、ぜひ受けてください。はい、そんなところです。じゃあね、作品添削の要領についてね、始めていきたいと思います。はい、こちらをご覧ください。はい、それでは虹玉添削の応募方法についてね、実際ね、画面をね、操作する動画を見せながらね、説明していきたいと思います。まずは、LINE 登録してない人は LINE 登録から、すでに登録している方は LINE の方からキーワードの入力をしてください。キーワードは虹玉チケット、この言葉だけを入力して送信してください。すると自動でね、僕からこのようにね、返信が流れてきます。これが流れてこない人はキーワードが間違ってますので、よければ下の URL をクリックしてください。すると自動的にチケット販売ページに飛びます。はい、こちらがチケット販売ページです。下の方へスクロールするとこのようになってます。で、数量は必ず1のまま、そしてカートを押してください。するとお客様情報の入力ページに飛ぶので、ここでね、必要事項をすべて記載してください。決済方法はクレジットカードのみとなってます。必要事項を記載したら、注文内容を確認するボタンを押してください。表示された内容に間違いがなければ、そのまま上記に同意して注文するを押してください。これで注文が完了です。注文が完了すると、登録したメールアドレスにメールが届きます。そのメールを確認してください。このように2つメールが届きます。ご注文確認メールというメールを開いてください。メールを下の方にスクロールしていくと、ダウンロードという項目があるので、そこの URL をクリックしてください。すると、購入時のメールアドレスを入力してくださいという項目があるので、ここにメールアドレスを入力します。そして OK ボタンを押してください。するとデジタルチケットをダウンロードできるようになるので、こちらのボタンを押してダウンロードを開始してください。ダウンロードが完了したら開いてみましょう。するとデジタルチケットが確認できます。今モザイクがかかっている位置、この位置に実際は5桁の番号が書いてあるので、その番号をしっかりと覚えてください。それではここから LINE の方に戻ります。LINE の方に戻ったら、先ほどの
チケット番号、それを入力してください。すると自動的に僕の方から返信が届きます。あとは内容の方を読んで写真を送ってもらったり、質問を送ってもらったり、そういった流れになっていきます。はい、以上です。はい、というわけで、虹玉添削を希望している人は、今のように LINE の方からね、キーワードを送ってもらって、あとはね、チケットの購入をしてっていう流れになります。で、これね、期間なんですけども、今のところ、今年1年間ね、年内は募集しているつもりです。なので、いつ作ってもいいです。それぞれすぐ作れないと思うので、1ヶ月後になるかもしれないし、2ヶ月後になるかもしれないし、でも、僕の作り方をやってみて、作品を作ってみて、点検してほしいですっていう人はね、ぜひね、1年間は、年内はね、募集してるので、ぜひね、作品ができて見てほしいときに購入して、質問をしてください。はい、そんなとこです。で、今回はね、猫なんだけれども、後日ね、また今度犬作品でね、これをね、同じくやろうかなと思っています。はい、そんなとこです。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。